今日は、喪中期間のお正月について詳しく説明します。このテーマは日本独特で、初めて知る方も多いと思います。喪中とは何か。まず、喪中とは何かについて説明します。喪中は家族や親しい人が亡くなった後、故人を悼むために派手な行動を控える期間のことです。この期間は、亡くなった人への敬意と哀悼の気持ちを表すために設けられます。また、親族を失った悲しみを乗り越えて、日常に戻るための期間でもあります。喪中は、一般的には故人から二親等までの親族がその範囲です。三親等の親族でも付き合いが深い場合は喪中とし、逆に二親等であっても同居の有無や付き合いが浅い場合には、喪中としないこともあります。日本では、親族が亡くなった場合、通常1年間喪中として過ごします。ただし、親族の関係性や地域の風習によって期間は異なることがあります。例えば、両親や配偶者が亡くなった場合は1年、祖父母や叔父、叔母の場合は半年から1年程度とされることが一般的です。また、ペットを家族の一員と考える人も増えており、ペットの死を悼むために短期間の喪中を設ける人もいます。喪中の間は、亡くなった人への敬意を示すために、結婚式やお祝いの席への参加を控えることが多いです。また、故人の霊を慰めるために静かな時間を過ごします。喪中期間のお正月の特徴。喪中期間中のお正月は、通常の正月と大きく異なります。お正月飾りは控えることが一般的です。お正月にお迎えする年神様は神道の神様とされており、神道では死を汚れと考えるため、お正月飾りをして年神様をお迎えすることは避けなければなりません。そのため、門松やしめ縄を飾ったり、鏡餅を備えることは控えます。新年の挨拶も注意が必要です。年始には、明けましておめでとうございますと挨拶をしますが、喪中ではおめでとうという言葉を使うことは避けましょう。もし、明けましておめでとうございますと挨拶をされたら、おはようございます。今年もよろしくお願いしますのように返すと良いでしょう。おせち料理は、お祝いの席で食べる特別な料理です。鯛やエビ、紅白のかまぼこなどお祝いの象徴とされる食材が含まれるため、喪中には食べることを慎むのが一般的です。ただし、お祝い事に関連した食材を使わなければ食べても良いとされる地域もあるため、その地域に詳しい人に確認すると良いでしょう。お雑煮は一年の無事を祈って食べるものですが、お祝いの料理ではありません。そのため、お正月用ではなく、普段の食事として食べる場合は問題ありません。ただし、お正月の特別な料理として食べることは避ける方が望ましいとされています。初詣についても注意が必要です。お寺に行く場合は問題ありませんが、神道では死を汚れと考えるため、神様のいらっしゃる神社への参拝は控えるのが一般的です。しかし、神社によっては忌中でなければ参拝しても良いところもあるため、事前に確認すると安心です。お年玉は、もともと神様からいただいた賜物を分け与えるという意味がありました。現在ではお金を渡す形になっています。お年玉はお祝い事の一つではありますが、明けましておめでとうという言葉が書かれている袋を避けて渡すと良いでしょう。喪中期間中の過ごし方。喪中のお正月はお祝いのイベントやパーティーを避け、家族と静かに過ごします。テレビを見たり、本を読んだりするなど、落ち着いた時間を大切にします。また、特別な料理は準備せず、日常的な食事をとる家庭も多いです。喪中のお正月では、故人の写真を飾ったり、仏壇に花を供えたりするなど、故人を思い出す時間を作ることが多いです。親族が集まり、思い出話をすることで心を癒す人もいます。
お正月らしい行事は控えるものの、普段通りの生活を続けることも大切です。仕事や家事を通じて心を落ち着ける人もいます。外国人にとっての喪中の理解。外国では、お正月はお祝いのイメージが強いですが、日本の喪中という概念は文化の違いをよく表しています。この文化を尊重するために、喪中の人に、明けましておめでとうございますという挨拶は避けます。代わりに、今年もよろしくお願いしますなど、無難な言葉を選びます。また、直接会った際は慎重な態度で接することが大切です。日本で年賀状を送る際には、相手が喪中でないか事前に確認することが重要です。喪中はがきが届いた場合は、寒中見舞いを送ると丁寧です。喪中に関するマナーと注意点。喪中期間中に注意すべきマナーとして、寒中見舞いは1月7日以降から2月4日までに送ります。内容は、寒さが続きますのでご自愛くださいといった気遣いの言葉が一般的です。また、黒や落ち着いた色の服を選ぶことや、派手な行動を控えることが求められます。今日は、日本の喪中期間のお正月について詳しくお話ししました。この習慣は日本文化の奥深さを感じさせるものです。皆さんも、日本で生活する際にはぜひこの文化を尊重してください。それでは、次回のエピソードでお会いしましょう。今日は、喪中期間のお正月について詳しく説明します。このテーマは日本独特で、初めて知る方も多いと思います。まず、喪中とは何かについて説明します。喪中は家族や親しい人が亡くなった後、故人を悼むために派手な行動を控える期間のことです。この期間は、亡くなった人への敬意と哀悼の気持ちを表すために設けられます。また、親族を失った悲しみを乗り越えて、日常に戻るための期間でもあります。喪中は、一般的には個人から二親等までの親族がその範囲です。三親等の親族でも付き合いが深い場合は喪中とし、逆に二親等であっても同居の有無や付き合いが浅い場合には、喪中としないこともあります。日本では、親族が亡くなった場合、通常1年間喪中として過ごします。ただし、親族の関係性や地域の風習によって期間は異なることがあります。例えば、両親や配偶者が亡くなった場合は1年、祖父母や叔父、叔母の場合は半年から1年程度とされることが一般的です。また、ペットを家族の一員と考える人も増えており、ペットの死を悼むために短期間の喪中を設ける人もいます。喪中の間は、亡くなった人への敬意を示すために、結婚式やお祝いの席への参加を控えることが多いです。また、個人の霊を慰めるために静かな時間を過ごします。喪中期間中のお正月は、通常の正月と大きく異なります。お正月飾りは控えることが一般的です。お正月にお迎えする年神様は神道の神様とされており、神道では死を汚れと考えるため、お正月飾りをして年神様をお迎えすることは避けなければなりません。そのため、門松やしめ縄を飾ったり、鏡餅を備えることは控えます。新年の挨拶も注意が必要です。年始には、明けましておめでとうございますと挨拶をしますが、喪中ではおめでとうという言葉を使うことは避けましょう。もし、明けましておめでとうございますと挨拶をされたら、おはようございます。今年もよろしくお願いしますのように返すと良いでしょう。おせち料理は、お祝いの席で食べる特別な料理です。鯛やエビ、紅白のかまぼこなどお祝いの象徴とされる食材が含まれるため、喪中には食べることを慎むのが一般的です。ただし、お祝いごとに関連した食材を使わなければ食べても良いとされる地域もあるため、その地域に詳しい人に確認すると良いでしょう。お雑煮は一年の無事を祈って食べるものですが、お祝いの料理ではありません。そのため、お正月用ではなく、普段の食事として食べる場合は問題ありません。ただし、お正月の特別な料理として食べることは避ける方が望ましいとされています。
初詣についても注意が必要です。お寺に行く場合は問題ありませんが、神道では死を汚れと考えるため、神様のいらっしゃる神社への参拝は控えるのが一般的です。しかし、神社によっては忌中でなければ参拝しても良いところもあるため、事前に確認すると安心です。お年玉は、もともと神様からいただいた賜物を分け与えるという意味がありました。現在ではお金を渡す形になっています。お年玉はお祝い事の一つではありますが、明けましておめでとうという言葉が書かれている袋を避けて渡すと良いでしょう。喪中のお正月はお祝いのイベントやパーティーを避け、家族と静かに過ごします。テレビを見たり、本を読んだりするなど、落ち着いた時間を大切にします。また、特別な料理は準備せず、日常的な食事をとる家庭も多いです。喪中のお正月では、故人の写真を飾ったり、仏壇に花を供えたりするなど、故人を思い出す時間を作ることが多いです。親族が集まり、思い出話をすることで心を癒す人もいます。お正月らしい行事は控えるものの、普段通りの生活を続けることも大切です。仕事や家事を通じて心を落ち着ける人もいます。外国では、お正月はお祝いのイメージが強いですが、日本の喪中という概念は文化の違いをよく表しています。この文化を尊重するために、喪中の人に、明けましておめでとうございますという挨拶は避けます。代わりに、今年もよろしくお願いしますなど、無難な言葉を選びます。また、直接会った際は慎重な態度で接することが大切です。日本で年賀状を送る際には、相手が喪中でないか事前に確認することが重要です。喪中はがきが届いた場合は、寒中見舞いを送ると丁寧です。喪中期間中に注意すべきマナーとして、寒中見舞いは1月7日以降から2月4日までに送ります。内容は、寒さが続きますのでご自愛ください、といった気遣いの言葉が一般的です。また、黒や落ち着いた色の服を選ぶことや、派手な行動を控えることが求められます。今日は、日本の喪中期間のお正月について詳しくお話ししました。この習慣は日本文化の奥深さを感じさせるものです。皆さんも、日本で生活する際にはぜひこの文化を尊重してください。それでは、次回のエピソードでお会いしましょう。